ざいます。300ぐらい。はい、生です。しました。お待たせしました。クリーミーで味もちゃんとしっかりしてて、新しいタイプの感じがします。なんかもっと油があってこうずっしりくる感じなんですけど、あっさり食べれました。一回食べて、で次の日になったらちょっとまた食べたくなってるなみたいな。自分が大事にしてるのはやっぱ骨感だとか、そういうのが好きなので、濃度をある程度上げた上でなおかつ旨味があって熟成感があってっていうのを意識してるの。創業してからだとやっぱ10年目ぐらいにやっと納得のいく味というか出来上がったのかなっていう感じはしますね。これからも絶対美味しくないです。これが仕込んだばっかのスープ、これが3回目、もう骨がぐずぐず、これが2回目、その中間って感じですね。スープも1個の寸胴で1番から3番までスープ取るんですけど、大きい寸胴の仕込むタイミングをずらすんですよ。そうすると1番だしと2番だしが合わさったり3番だしが合わさったりするので、そこの濃度の違うスープを合わせるのは大事なんですよ。これが3回目のスープで、かなり骨がない状態です。これちょっと取ってみるとこんな感じなんですね。かなりグズグズで、もう骨粉がかなり多い状態。こっちはまだ2回目なんで骨もあるんですけど、同じ瞬間に仕込んで1回目1回目1回目だと全部濃度が低いスープだけになっちゃうんで、味が全然違うんですよ。それがブレにつながっちゃうので、豚骨はブレやすいんですけど、なるべくブレにくくするためにいろいろ考えてはやってます。今これには骨が入ってないんですけど、下の方に骨粉って言われて骨の粒子があるんですけど、混ぜないとそれが焦げついちゃうんですね。15分に1回はこう入れる感じですね。一般的な博多ラーメンに比べてスープの色が茶色じゃないですか。すごい自分的にはこの茶色にならないと
気が済まないですね。この色にならないと不安です。多分こういう色してる豚骨スープっていうのはなかなか少ないと思います、鶏切りだと。チャーシューもこの表面に少し水分がちょっとテカってるじゃないですか。こんぐらいの火の入れ加減だとすごく美味しいですね。どうしてもパサついたらちっちゃいとどうしてもね、お肉が美味しくなくなっちゃうので、煮込み時間とあと醤油だれの漬け時間とで調整ですね。本当に10分とか、煮込む時間が違ったりするだけで全然変わってきちゃうので、あとチャーシューの大きさとかでも変わってきちゃいますね。手で切るとどうしてもこの一定の薄さにならないんですね。食べ比べたんですけど、やっぱりこっちの方が美味しいです。うちのチャーシューのね、大きさとあれだと。これが3回目なんで一番濃度が高いスープですね。3番が一番量が取れますね。今3回目出てるじゃないですか。今度この2回目が出るんで、この上から2回目を今度越してくる感じなんですよ。そうなるとどんどん厚みが増してくるんですよ。もともと鶏肉製法1本だったんで、ここから呼び戻しのうまみをちょっと加えたいので今の製法になってます。鶏肉のいいところってフレッシュ感だと思うんですね。そのいいフレッシュ感と、より戻しのその熟成感。より戻しだとやっぱりそのアミノ酸とかの旨味の方も増えるので、そっちの旨味をどう鶏切りスープに入れるかってことを考えながらやってます。これ卓上トッピングのやみつきもやしっていうものがあるんですけど、それを仕込むときにこれ1日8キロは仕込みますね。うちの卓上トッピングがこのやみつきもやし、からし高菜、紅生姜、生ニンニクなどあるんですけど、一番減りが早いですね。
お酢とごま油と、あとうちの元だれ、海水ですね。あと自家製のラー油、を混ぜて加えたものですね。結構ピリ辛で、ちょっと酸味があって、でブラックペッパーの辛みがちょっと効いていて。卓上のトッピング結構多いので、原価かかっちゃうんですけど、美味しいって言われるとやめられないですよね。お待たせしました。どうぞ。失礼しました。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、こちらからどうぞ。どうぞ。すいません。いらっしゃいませ。麺の硬さどうしますか？硬めで。はい。カツ、肩、餃子入ります。はいよあとビールお願いします。こちらに出ます。はいよはいよはい、いらっしゃいませ。食券買いましたら真ん中の空いてるカウンター席でお願いします。はい、お願いします。はい。だから失礼します。じゃあ特製です。餃子もう少々お待ちください。月見ですね。はい。失礼します。ありがとうございます。
はい、勝ち方です。勝ち方です。はい、替玉です。お待たせしました。お待たせしました。替玉です。はい、じゃあ濃度差12.4でお願いします。12.4。毎朝測ることによってスープが安定するんですよ。13%とかだったら、もうちょっと濃度下げようとか、11%だったらもうちょっと上げようかなとか、そういう確認になるので、お客さんに見せるというよりは自分たちがその安定するためになんか戒めじゃないですけど、その意味で毎日つけてます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。月見普通です。はーい。真ん中のカウンター席お願いします。はい。あらっせー。豚骨ってどんどん仕込んでいくので、しながら営業するんですよ。ありがとうございます。お願いします。どこでございますか。幸せ先になりました。手前の片目味変です。はい。はい、黒ネギ抜き。はい。お待たせしました。お待たせしました。すいません、お待たせしました。失礼しました。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。麺の方とお願いします。わかりかな。わかり方です。はいよー。いらっしゃいませ。どうぞ。お返しです。いらっしゃいませ。ラーメン片目です。はいよー。はい、お願いします。はい。麺型でお願いします。片目、はい。ラーメン片目 B です。片目、はい、勝ち方です。
通の豚骨の臭さもないし、すごいクリーミーで、味もちゃんとしっかりしてて、新しいタイプの感じがします。ごまいっぱい入れて、バリカタで食べるのが大好きです。ちょっと香ばしくなって、はい、食べやすくなったなって思います。はい、ラメで、はーい。はい、そう。いらっしゃいませ。出しましたー。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。どうも、ありがとうございます。入ります。麺の形でくださいますか？普通で、はい。ラーメン普通です。はいよー。9型、はいよ8割ー。です。 9型8割。8名から8名。8名、はーい。他にいただいてます。はーい。はい、麺お願いします。はい。はいよー。12。待ってください。ちょっと待って、失礼します。替え玉いったま無料です。こちらからすいません、失礼します。替え玉いったま無料です。お待たせしましたー。はい、タッチです。個人的にはあっさりしてるラーメン、博多ラーメンな感じがしました。なんかもっと油があってこうずっしりくる感じなんですけど、あっさり食べれました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませー。まず1杯目はそのままのスープと麺で味わって、その後にやっぱりニンニク削って入れてみたり、あと高菜を少量、紅生姜少量、最後にスープにお酢を一回しするとかなり美味しいです。よくね、炊いた豚骨スープとお酢は相性抜群なので、お酢が好きな方であればぜひ試していただきたいです。お並び10名様です。はい。お客さん何人ぐらいいつもお昼いらっしゃってるんですか2時までで大体100人来ます。ありがとうございます。
セットのご飯です。はい、お待ちくださいね。すいません、食券買いまして、順番にお待ちください。ありがとうございます。どうも。はい、どうも。ありがとうございます。ニンニクが結構好きなんで、なんだろう、ご飯スープを絡ませたニンニクのが、ちょっとその辛みとかも抑えられたりみたいなのとかだったり、ご飯もスープ染み込ませて食べたいなっていうのがあるので、その豚骨がそんなに強くないのが結構イメージだったんですけど、ここすごくその豚骨が強いなっていうので、一回食べて、で次の日になったらちょっとまた食べたくなってるなみたいな、そういうイメージがありますね。麺の方されてますね。普通で。ありがとうございます。月見普通です。はいよー。はい、月見出ますね。はーい。チャーシューバリカタ、チャーシュー固めです。はいよー。バリカタすいません。それでは失礼します。6番お願いします。すいません。階段の固めで。固め、はい、9肩です。80、80ね。はい。最初は小学生の時に確か3年生ぐらいだったかな。その時にカップラーメンのスーパーカップの豚骨味、あれを初めて食べたんですよ、カップラーメンで。そしたらもうその時にもうこんなに美味しいものがあるのかと思いまして、そこが始まりですね。衝撃でしたね。いまだに公園で食べたんですけど、その場所とかもいまだにもう記憶します。本当にちょっとスープを買い始めたのは5年ぐらい前からなんですけど、そこからもう自分の多少納得いくスープっていうのは今年の3月ぐらいだったんで、ほぼほぼやっぱ創業してからだとやっぱ10年目ぐらいにやっと納得のいく味というか、少し出来上がったのかなっていう感じはします。この製法そもそも誰も多分やってない。やってないですね。間違いないです。何でも試してダメだったらやらなければいいだけなんで、ちょっとでもなんか美味しいなと思ったらうまく取り入れてっていうのをどんどんやってたら、やっぱ工程はやっぱ多くなるんで、なかなかね、うちにしか出せない豚骨ラーメンを作るっていうのがなかなか難しいし臭くなりすぎても、自分の理想ではないので、やっぱ臭くてね美味しい店はいっぱいあるんで、これを出したくてずっと試行錯誤したんですよ。バリカタきくらげ巻きです。でも本当に今ね、作っててさらに好きになってる感じです。年々好き度が増してます。間違いなく今の感覚で言ったらもう年々上手くなっていきます。お客さんの感覚とそれは合わせなくちゃいけないんですけど、自分だけねおいしいっつっても自己満足になっちゃうんで、自分結構 SNS とか結構見るので、あとお客さんに提供した時にお客さんの一口目の顔とか見て、あ、今これ美味しいスープなんだとか
見ると分かるんですよ。本当にお客さん教えてくれて、もう顔とか、スープ何回も飲んだりとか残った量とか、そういうのはもうお客さん見て、ああ今日のスープ良かったんだな、あそこまでなんだなとか見ながら毎日やってます。楽しめなくちゃやっていけないこれからも絶対美味しくないです。